かにその上の大学を目指して頑張っていくかっていう昔ながらの学歴者抜けきれてない。就職とはなんか切り離されちゃってる感じがして、大学の4年間で蓄積したものが就職して1年目に生かされてるかというと全然違ってて、一番重要なのは頭の中で、これで価値が決まるんですよ、これができてるかできてないか運命を左右する。そうですね。皆さんこんにちは、翔太郎こと、K2 の板谷翔太郎です。今回もゲストには元 SAP のですね、小塩さんに来てもらってます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマなんですけれども、近年大学で学ぶ内容が、就職、学生さんですね、就職するにあたってなかなか役立っていないんじゃないかって我々ちょっと感じてると思うんですけれども、今のその現状の問題点、我々が考える現状の問題点、それからそれに対して我々が提供するソリューション、富士プログラムっていうところにつながってくると思うんですけれども、そのあたりをちょっとですね、解説踏まえて話していければと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい。今 K2 の APAC エデュケーションヘッドというところで、このね、1万人不足しているところに小塩さんが今取り組んでいる活動として、大学向けに、いろいろとエデュケーションのプログラムを提供していただいていることですけども、大学機関に対して今私が思う大学っていうのは、大学の4年間ってすごく時間があるにもかかわらず、カリキュラムって意外と変わってない気がするんですよね。私はアメリカの大学だったんでちょっと日本大学あんまり分かんないんですけど、就職とはなんか切り離されちゃってる感じがして、就職活動をして社会人になった時に大学の4年間で蓄積したものが就職して1年目に生かされてるかというと全然違ってて、大学4年生得てなんか5年生という形で社会人になれればいいのに、なんかまた新たに1年生みたいになっちゃって、企業としても即戦力としては全く見られない。で、小塩さんがやってるのって大学生のうちに社会人になった時に少しでも使えるスキルをなんか勉強しとこうみたいなプレ就職みたいなところを今やろうとしてると思うんですけども、そこってなんか日本の今の大学のなんか課題っていうものが小塩さんの中で見えてて、それに対してのなんか提供というか取り組みだったりしてるんですか？なんか課題が見えてるっていうほどのなんかすごいことではないのかもしれないんですけど、その日本ってその650校大学があるって言われてるんですね。だから専門学校入れるともっとも1000超えると思うんですけど、やっぱりその大学ってこうやっぱり階層制度っていうんですかね、そのやっぱりレベルの高い大学からレベルのこう少しねこう低い大学まで、高校生までの間はそのいかにその上の大学を目指して頑張っていくかっていう、やっぱり昔ながらの学歴者ありますね。それがやっぱりまだ抜けきれてない。例えばね、その他の国見た時にどうかっていうと、国によって全然違うと思うんですよ。例えばそのアメリカ、ヨーロッパの大学ってどうかっていうと、もう少し違ってきてる気はするんですよ。だけど例えばアジアって韓国も学歴社会見た時に、どうやって上の大学目指すんだっていうところばっかりフォーカスして、そうですね、大学入ることが目的だ。そうなんですよ、そうするとですね、企業っておのずと上の大学生って優秀なんだろうなと思って、入社の時にですね、やっぱりそれなりに優遇してしまうっていうところがあると思うんですよ。やっぱり面接通してもやっぱり筆記試験通してもそれなりのやっぱり学生なんだろうなと思ってこう入れてしまうっていうところがあると思うんですね。私2人ほどね、子供いたりもするんですけど、周りにもね、そういう就職でやっぱりいろいろな苦戦してる知り合いとかもいたりするんですけど、ちょっとね、そのいい大学入って名前の知れてる大学入ったから、じゃあその就職でうまくいってその先の人生もうまくいくのかっていうと、僕は全く今違ってきてると思っていて、これも本当言葉だけじゃなくて自分の経験通してですね、全く今この10年前と日本の社会って違ってきてると思うんです。その中でも今就職活動ランキング相変わらず1位にはコンサルタントっていうのが入ってきてるんですけど、大学生の。でも意外とコンサルティングファーム入社しても3年生き残る人って少ないみたいで、
離職率も高いみたいで、そこ企業の課題らしいんですけれども、大学生のうちに SAP コンサルタントになるエデュケーションを受けていれば、なんか就職する前にそこで覚悟ができて、やっぱその覚悟して SAP コンサル目指す人と、なんとなく就職したところで SAP コンサルやらされる人ってやっぱ違いますよね。違いますね。後の伸びしろが。覚悟っていうね、板谷さん言葉を言ったじゃないですか。はい。で覚悟ってやっぱりすごい大事だと思っちゃう。今のさっきの学生のお話にもあるんですけど、やっぱりそのジェネラリスト中心で、やっぱりその上の大学行ってればなんとなくそのいい会社に入れるかなっていう方向性から、今ってそのいかにその学生が覚悟を決めて、僕はこの分野でやっていくっていう覚悟を決めてるのかっていうところで企業が見てるなっていうのはすごく感じるんですよね、僕はね。大学生の人たちに大学時代にじゃあどんな勉強をしていけば準備していけば、SAP コンサルになれるかっていうところにつなげていきたいんですけど、結構ですね、すごい板谷さん難しい質問をされたと思うんですよ。で、その会社の仕組みが濃縮されてるじゃないですか、SAP に。いや、そうですね。そんな簡単じゃないですよね。簡単じゃないんですよね。難しいな。5年なのか10年なのか30年なのかわかんないですけど、携わっていこうっていう学生さんが、たかがね、学生で1年2年4年ですよね、何の準備すればいいんだっていうところだと思うんですよ。そこで準備できることって多分その期間的に限界があるので、そこの中で SAP の勉強をしようって思ってる学生さん、これ、ある意味正解なんですけど、でも限界あるんですよ。なぜかって言ったら、その社会人になってからの10年20年でもよっぽど勉強できるんで、SAP に関しては。だからそこは SAP の勉強をするんだとしたら、基本的なことだけまず勉強して、僕が申し上げたいのは、やっぱり一番勉強してほしいことっていうのは、何事も論理的に理解する、ロジカルに理解して、いや、ロジカルシンキングっていうキーワードがよく出ますもんね。そうなんですよ。で、ロジカルに理解して、でさらに重要なのは理解した上で、それを人にちゃんと伝えられること、コンサルタントとして働くときに、特に SAP のコンサルタントとして働くときに、一番重要なのは現状の業務分析をきちっと頭の中でロジカルに理解できて、で現状の問題点とか課題、このまま続けていった方がいいこと、ダメなこと、ここをちゃんと的確に周りの人にいかに理解してもらえるか、これで価値が決まるんですよ。いやー、大事ですね。SAP コンサルに関わらず大事ですよね。だと思います。その論理的に物事を整理して人に伝える。そうなんですよ。いや、大事ですよね。そうなんですよ。でも逆にあれですよね、この SAP になるために勉強して、もしなれた場合 SAP コンサルで、キャリアチェンジしようとしても、なんかそのロジカルシンキングのスキルを活かせばいろんな職種いけそうですよね。食いっぱぐれることはないですね。基本的に、ロジカルシンキングというその論理的な思考を、これができてるかできてないかって結構運命を左右する。そうですね。その本人の頭いい悪いっていうのは別な話なんですよ。頭いいか悪いかっていう話と、ロジカルに説明できるかどうかってすごい別な話なんです。確かに。SAP っていうシステムを学ぶことで、いわゆるこのビジネス、その会社がどういう環境下でどんな機能でオペレーションがされてるかって分かりますもんね。経営者目線でのこの絵が見えますよね。経営者が見ている絵が SAP のシステムを学ぶことで早い段階で勉強できるってすごくこれいいですよね。いいこと言いますね。いいですね。私もそうだと思いますね。だから SAP のその仕組みの中に、例えば製造業、オイル産業、物流、商社、全てのシナリオがもう組み込まれてるんですよね。で、基本的にやっぱり SAP を導入する会社っていうのは社長決済ですから、部長決済とか本部長決済って一切ありえないんですよ。金額的に絶対ありえないんで、社長決済一発半端なんですよ。だから社長がその会社の社運をかけて導入していくその仕組みがそこに入ってるわけで、おっしゃる通り SAP の重要性ってそこにあると思うんですよ。その会社の仕組みが SAP に
入ってるよっていう話なんですけど、多分若い方聞いたら会社の仕組み入ってるってどういう意味なんだよって分かんないと思うんですよ。簡単に言うと、例えば同じ製造業、車を作ってるホンダ、トヨタ、いろんな会社あります。で、例えばお菓子を作ってる会社もあると、注文もらって初めてその作り出す会社もあると、製造業と大きく分けると、計画して製造する会社と注文をもらってから初めて作り出す会社と大きく2つに分かれます。同じ製造業って言ってもこのプロセスが全く違うんですよ。今月は例えば何万個このチョコレートが売れるはずだと、このケーキは何千個売れる、っていう計画に基づいてそれを作ってで出荷している、でこの仕組みが SAP に入ってるわけですよ。ところが受発注の会社ってのは全く違うんですよ。受発注の会社っていうのは最初に作り出すところから始まるんじゃなくて、注文もらうとこから始まるじゃん。注文もらってそっから工場の人たちを使って作り出す、で出荷していくっていうことなので、全く一口に製造業って全く仕組み違う。そうですね。これと同じようなことが例えばその商社見たときに商社と製造業ってまた違うわけですよ。商社の仕組みっていうのは、A という商品があったらこの A という商品をこの会社から仕入れて、そこにマージンをいくら乗せてこのお客様に売りましょう。全く商売の仕組みが全く違うんですね。そのシステム見ればお金の流れも見えちゃうから、見えちゃうんですよ。もう真っ裸になっちゃうんですね。真っ裸になるし、だからこそその仕組みが全く違うっていうことですね。だから基本的にその SAP のさっき言ったその企業の仕組みがそこに濃縮されてる、業務の仕組みが濃縮されてるっていう意味はそういう意味なんです。いや面白いですね。そのシステムを見たときに何か滞ってるところがあれば、ここうまくいってないんだなっていうところで、そこの部署につながっていき、そこでその人がどんなふうに稼働してるか、業務してるかっていうのもつながっていくっていう意味でも、社長はもう一目瞭然ですね。すぐ分かります。SAP を導入するってことは、そのさっき言ったその仕組み自体をどっかで改善していこうっていうことがあるわけですよ。単純に今の仕組みをソフトウェアに置き換えるだけだったら何の意味もないですよね。お金だけ出てくるわけですよ。でその何かの改善ポイントがあるから、例えば同じ製造業だったとしても、A という会社から仕入れてるものを B に変えようとか、そこでいろんな会社から比較してで安いところを変えようっていう仕組みを入れようってするから、そこで初めてじゃあ SAP を入れていこうっていう仕組みになるわけで、その判断ができるのって会社にとって一番判断できるのは社長なんですよ。だからこそ社長がそのやっぱり権限を一番握ってて、そこに対して SAP の仕組みっていうのは一番アピールしていかないといけない仕組みだと思います。なるほどですね。これがコンサルの現実。コンサルタントって憧れだけだとね、全く思った通りの仕事ではないので、そうですね。覚悟ができてない学生さん結構多いんですよ。SAP のコンサルタントになれますよという道筋を与えてあげる、これがFGプログラムの一番の目的。